いい匂いしたいね。いくよ。はい、チャプターズブックスター書店主の森本萌乃です。スタッフのななみです。はい。ね、2人で撮るの初めてだもんね。初めて。そう。嬉しい。なんでこんな機会をいただいて、しかもどこですか、こちらの駅は。代官山です。ね、おしゃれ。そう、こんなおしゃれなことをやるのはですね、案件が来たんです。案件すごくない？ななみちゃん、そのメール見たときすっごい大きい声出したもんね。虫かと思った。で、今日私たちにね、記念すべき初めてのお仕事の相談をくださったのがログハウスのベスさんっていう。ベスさん。まず案件もびっくりだし、その1個目がログハウスっていうのもびっくりだよね。そう、より分かんなくって、楽しくその展示場をね見ながら、あと2人が本の話を楽しくされてるのが、本とそのログハウスすごい相性いいから、やっぱこの本好きの2人にこうぜひ見に来てほしいっていう。嬉しいね。私今日気合入ってるもん。これユニクロで買ったの。これ2900円なの。買い物上手。めっちゃ可愛いよね。私今日ユニクロ、ロ、H&M、ザラ。すごくない？うまい。本当に。そうでしょって感じで。くるくるくる。ななみちゃん気入ってる？私も。私気入ってるけど。私バチバチですよ。本当？髪染めて、美容院来ました。あ、そっかそっか。なんで。じゃあとぼとぼ歩いてベスさん行ってみて、ログハウス見学しながら、今日はそこにちなんだ本の紹介もあるので、お届けしたいと思います。行ってみよう。行ってみよう。あ。行ってみようと止められちゃった。ごめんね、いつも勝手に飛んじゃって。編集が大変だよ。今日あったかい。ねえ、その気温がずっと続けばいいかな。毎日これがいいですね。ななみちゃん仕事忙しい？ぼちぼちですね。ぼちぼち。夏結構ゆったりしてるじゃないですか、うち。秋結構大変ですよね。そうだね。私めちゃくちゃ忙しいよ。全然本読めてないんだよね、最近。あら、本当ですか。でも平日も全く読めなくって今、土日空いたらガバッと読むみたいな感じです。忙しいと本読めないってこういうことだなって本屋でも思ってるから。そうですよね。あ、でもこれ見慣れた風景になってきましたね。ですね。本好きはみんな大好き。大好き。萌乃さんなんか体調崩しちゃって、私一人でそうだっけ？そう合流してきたんです。爆買いしたことある？そうそうなんで全然記憶ないわ。めっちゃ買った？ちょっと寄っちゃおうかな。わーい。書店って見て寄らないわ、ちょっと。ね、書店に失礼だから。そうですね。書店に失礼に当たるから寄ろう。あ、買っちゃう。しっかりね。結局何冊ですか？6冊？でもななみちゃんの1冊がある。そうある。爆買いをさしないって思ってフラッと立ち寄った日に買っちゃうことが結構あって。わかります。やっぱ本ってやめられないなってそれで思う。でも近いですね、思ったより。そうだね。入らない。見えた？なんかログハウス味はあるよね、あれ。あれじゃん？違うかな。あれっぽい。すごい一等地にあるね。これだ、ベス書いてる。ベス。着いた。はい。今日私たちがお邪魔するのはベスさん。マグマはどういう意味なんだろう。ベスさんですね。の展示場にお邪魔したいと思います。はい。行きます。かっこよくない？ログハウスってもっと丸太ドンドンドンみたいなこと。いや思いました。ログハウス奥の家とかすごいモダンじゃない？タイジのおじいさん家みたいなのイメージしてたよね。違うのかもね。今時のログハウスは。受付行きます。はい。こんにちは。よろしくお願いします。はい。はい、初めてです。はい。はい、ありがとうございます。これ書いたら予約なしで誰でも見学していいらしい。ワクワク。こちらではモデルハウスが1、2、3、4棟ですね。わかりました。いつもつかずに自由に見ていい感じ。そうですね。すごい。じゃあ満喫できそうですね。なんか宝探しみたいな。冒険地図ね、冒険地図感が。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ受付で今冒険地図っていうのをいただきました。もうでもこの時点で、確かに万人受けではありません感がね、もう感性よ、噴火せよって書いてる。もうじわじわ来てる。線に行きましょう。でもどうしてどっから入る？じゃあ手前から行きますか？すごい、もう思ってたログハウスの色じゃない色してますね。お邪魔しよう。失礼します。あ、おしゃれ。全然すごい。
全然違うんだけどイメージともっとさ田舎っぽいと思ってなかったでしょあ、そういやーすごい全然違うわ外とイメージ。これ土間はいいのかな靴で。どこまで土間までは靴でいいってすごい、うわ、ここいいな。邪魔しますね。焼肉屋のそうさ最後のねこの席いつも美味しいもんね飲食店ですでよ。いやちょっと本当に良くないすごい。思ってたのと全然違う。外観とこんな違うんだ。いい匂い、本当に。本棚だ。おしゃれ。森江戸さんあるよ。福島。私なんとこれ後で紹介するんですよ。それこれめちゃくちゃいい本だから。なんか前半戦に出てくるその恐ろしい山賊のイメージが読後全然変わってて、もう一回読みたくなった。そうでこれねノンフィクションなの。そうなんですか。このすごいすごいすごい。嬉しい。じゃあ私ここの家に住んでるさ人のイメージともうリンクしてますね。リンクしてるわすごくいい。2階はきっと私客間だと思うんだよね。違うかな。あ、違うわ。リビング。でもやっぱここ寝れる部屋があるんだ。あ、本当だ。あ、しかもさゲスト2人呼べる。すごい。屋根裏部屋みたいな。これ憧れだよね。これ憧れだよね。すごい。ほすごい。しかも感動したんだけどちゃんと今日の日付なの。じゃあ毎日多分お掃除して手入れして点検してるんだね。すごいわ。ちゃんと息を感じるね。ここはまた違う趣味が違う。こう天体観測とかなんか研究とかが好きなのかな。木の水館、どんぐりを見たりするんだよきっと。プラントハンターとかだもんね。見たことのないサボテンとかね。すごい。やばい、全然進めない気がしてきた。あ、トトロの住む家。可愛い。確かにやっぱりちょっとジブリ味がある。こういうとこってさ小説じゃなくてやっぱりこう人文とかそうですね。エッセイとかそっちになってくるんだね。なんかいっぱい雑誌出てんだね。そうなんですね。あ、これは何？ベスの創業者が確かな言葉と思ったものを綴りました。創業者の。でもすごいいい言葉見つけた。直感は正しい。正しい感を直感という。私結構これで生きてるかも。本当に大切なことは、一発目に感じた直感で決意するようにしてる。例えば恋愛とか仕事とか。でもありますよね。なんか最初でこうちょっともやっと引っかかるものあったらずっとそれ気になっちゃってみたいな。ロマンチックの会社に連絡しようと思ったら直感ビビってきたから迷いなく連絡しました。私のお悩みコーナーやっていい？ここで突然の相談乗ってくれる？人材の確保本当難しいなと思って、人材に関してはこの正しい感を直感と呼んじゃいけないんだなっていう、あ、この人天才っぽいいいとかさ、この人なんか友達になりたいとかのあれじゃあ人事できないんだなっていう、起業6年目の気づき遅めだよね。社長っぽい悩みです。すごいそれね、どうしたらいいですか、ななみちゃん。いや、ごめんなさい、わからないです。人事だけはこのね直感じゃいけないのよ。そうですね。二木さんもさ、大きい会社やられてるじゃん。そこの相談したいのは、これ人事はどうしてますかって。人事に当てはまる名言ないですかって。やっぱこの会社の人がやっぱさ、万人受けはしないとか、みんなに届くものではないって分かってるから、すごい自信を感じるし、ちっちゃいこだわりすごいね。本当にすごい良かった。それがあと1軒目から良かった。良すぎる。でも時間なくなっちゃうの。次、あれもログハウスって言ってたね。テーマはね、夏だって。もうちょっとここの楽しさが分かってきて、本棚楽しいかも。楽しいですね。この部屋の子はどういうのが趣味でみたいな。野暮とシャレ、その絶妙なバランス感覚。行ってみよう。開けてくれる？どうぞ。どう？色感がなんかこっちの方が明るいのかな。全然こっちの方がちょっとイメージしてたログハウスに近い。ちょっと本棚を見ようかな、じゃあ。ね。あ、2階気持ちいい気持ちいい。しかもこのなんか多目的スペースみたいな気持ちよさそう。ここいいな。読書室だね。だってここ読書灯だよね、これ。つけたらきっと。おしゃれ。ここで読めるように夜。こことかご飯だ。久しぶりの海苔弁当。あ、けど文庫も結構ある。
本当ですね。でパリの散歩が並んでたり、海外生活長くて日本にこうログハウスを建てたっていう感じかな。そんな中で禅の心、茶の心。だからやっぱこう日本を世界を見たからこそ、もう一度ってことかな。このイマーゴっていうのがある。あ、ちっちゃいですね。ちっちゃいみたい。ちょっと行ってそれだ。そうそうそう。じゃあ土地も余ってるし、これも作っちゃおうとか言って離れで買っちゃう人いそう。あ、書斎だね。夢が詰まってる、これは。本でぎっしり壁作りたいね。すごい。いいね。ここゲストハウスにしてもいいもんね。あ、確かに。これも買っちゃいましょうみたいな。次がほどほどの家。ほどほどの家。これは名前が面白い。そう、ログハウスじゃなくて木をいっぱい使って作った家なんだって。家なんだ。そう、ちょっと違いはね、あんまりわかんないけど。あ、でもすごい。これでほどほどの家なの？これほどほど？全然ほどほどじゃない、もう好きなんだけど。煙突が可愛い。可愛いね。あ、でも見て、薪ストーブ。あったかい。でもね、動いてる本当に。もう今東京異常気象で暑いんだよね。で、ここ畳だ。ログハウス畳作んの？あ、だからそこログハウスと木を使ったお家の違い、こういうところかな。いいな。これすごいわ。確かにさ、家とログハウス言い表せないけど違う感じするね。なんか全面木じゃない。でもここは結構人がたくさん来る系のお家ですね。ああ、いい匂いする。木がすごい。あとここ書斎だ。あ、ニシンだ。はあ、そうなんだ。これはじゃあ伝説のデザイナーが終の住処として建てたゲストハウスだ。本書けそう、萌えなさん、その勢いで。読んだことない本ばっかりある。あ、でも振り袖の常識とかいろんなものに興味がある方なのかな。源氏物語とか坂の上の熊。ちょっと2階行ってみます。もうさっきからね気になってしょうがないのよ、階段が。ここ子供部屋1個 A、こっちが子供部屋。ここお姉ちゃんの部屋、多分子供部屋 B。あそこ空いてるんですよ。で、ここ多分ゲストルームだね。あ、じゃあ上はもう寝るところをもうそうですね、ふんだんに詰め込んだんだね。下にいっぱい人が来る感じが。クモンの先生とかいたいな、ここで。先生こんにちはとか言ってさ、入りやすそう。そうそう、あそこのなんだっけ、さっき覚えた単語。縁側に子供並べてみんなでそろばんとかしたい。そろばんとかしないのかも。しない。わかんない。はい、じゃあいろいろ見て、この後動画撮るんだけど、でどこで撮ってもいいんだって今日。そう、いいんですね。だから一斉のせしたいなと思って。一緒だといいな。なんか一緒な気がすんの。私もしてますね。私たちもそろそろだいぶ意思疎通できるもん。いくよ。はい。一斉のせ。あ、こっちかと思った。これいいよね。ほどほどの家がソファーで喋りたいなと思って。気持ちいいし開けてて。ここで本紹介今からしていきます。はい、じゃあログハウスベスさん回りまして、楽しかったね。楽しかったです。もうなんか時間がどんどん押してこんなにかかるはずじゃなかったね。なので行ってみましょうね。今日せっかくこんな素敵な機会をいただいて持ってきたんだよね。持ってきました。はい、本紹介、楽しい本と書店員の楽しい本の方に行きましょうね。はい。チャプターズ的ログハウスと読みたい本6選。おお、6選です。6選です。イエーイ。ここはってのつけてもらって。どうしようか。3冊ずつ一応持ってきて、お互い何持ってきたかまだわかんないんだよね。知らないです。どっちから行きたい？どっちでもいいよ。じゃあ落としから行きます。先行行く？じゃあお願いします。じゃあななみ。はい。1個目はこれです。明日はいずこの空の下という上橋菜穂子さんの旅エッセイになってます。上橋さんって聞く体勢。リラックスしよう。上橋さんって超大作ファンタジーの本書かれてる作家さんなんですけど、彼女のファンタジー小説すごくって自然ドーン、獣ドーンみたいな、もう緑つややーみたいな感じで、ファンタジーって結構のめり込めないとかあるけど、臨場感たっぷりな自然を描くのがすごく
く上手な作家さんで、じゃあなんでそんな作品を書けるのかっていうのをたどった時に、幼少期からの旅の経験が生きているっていうのを書かれた。エッセイなのね。旅エッセイ。これは旅幼少期のエッセイ。そう、幼少期から今に至るまでの旅エッセイをまとめた作品になってるんですけど、その旅先でもいろんな景色とか自然とかに触れる機会が多くって、エッセイなのにファンタジー小説と同じぐらいワクワクする。やっぱログハウスって立つ場所を自然に囲まれた場所だったりするかなと思って、よりね自然に触れ、すごいこう没入感がある読書体験になるんじゃないかなと思って1個目これにしました。じゃあ私もこれは読んで好きです。あ、ね、チャッターズでもよく売れますので、ログハウスでこれかと思って、でも確かにオーストラリアの自然とか出てくる。あ、そうですそうです。砂漠で見た夕日が綺麗だったとかっていう感じで。ワールドワイドネイチャーだね。あ、そうですそうです。はい。で2個目、カンペカンペ。2個目は自然じゃないんですけど、こういう自然に囲まれてたりすると、美味しいお魚ちょっと食べたくなるっていうので、紹介したいのがここかな、魚はアラが一番うまいっていう小説。小説なの？それはアラで小説で作れるの？アラで小説出来上がってました。すごい。で主人公は五郎さんっていう50歳ぐらいのおじさま、書かれてることが男性作家さんなのもあり、主人公も男性なのもありっていうので、結構こう男っぽい文章ではあるんですが、この五郎さん、主人公がずっと築地で長年マグロをさばいて、もうほんと職人ですよね、生きてきたんですけど、意外と野望を持ってて、その魚をさばく中で捨ててしまう部分結構あるな、じゃあそれを使ってこうあら汁作ったりとかいろいろ活用してるが、これ絶対小料理屋さん開けるぞってぐらいすごい腕に自信があって、長年勤めてたそのマグロさばくお店を辞めて50歳で自分のお店を持つことにするんです、っていうのがアラ専門店っていうので、そのアラの美味しい食べ方みたいなのを本当に突き詰めたご飯屋さんを開く。私もっとこう田舎のマグロ漁船とかの話かと思ったら、築地の話なんだ。そう、めちゃくちゃ東京で、全然これは自然とかは出てこないんですけど、海の産物とか魚料理、川の産物とかそういうの味わいたいなって気持ちにさせてくれる一冊に。アラ専門店はマグロのアラだけじゃなくて、もういろんな金目鯛のあら汁も出てくるし、あとなんだっけ、イカの綿煮とか、そうか、本当にアラばっか作った料理が出てきて、最初はこうアラって捨てる部分だからそういうので商売するのかみたいな、ちょっとこうお客さんに叩かれたりもするんですけど、ちゃんとこう芯をずっとぶれずにやっていくことで、その愛されていくお店になるっていう、お仕事小説要素も意外とあるけど、でも本当に日本酒合いそうなグルメ小説だなっていう、そう感じる部分もあって。それは料理屋さんの奮闘記なの？それともこう料理の描写がメインなの？でもどっちも同じぐらいあるって。去年読んだ本で個人的にめちゃくちゃ好きだったっていう。本当上位食い込んでくる。食い込んできます。そうか、知らなかった。私お酒飲むのが好きなので、日本酒ちびちびしながら飲んだらとても幸せでした。そうだね。しかもなんか多分ログハウスとかでさ、こう自分で買ったものとかさ、取ったものって最後までね命をおいしくいただきたいみたいな人いるだろうしね。なんかいろいろお家見てやっぱりキッチン充実してるなと思って、お食事の時間大事にする人多いのかなって感じたので、これがいいかな。いいね。すごいいい選手。はい、ありがとう。最後、梨木かほさんの家森祈祷をちょっと持ってきました。いいね。はい、これすごく古い時代設定なんですけど、主人公が住む家がすごく大きな庭があって、縁側があって池があるみたいな、今本当に私たちが見てる光景みたいな、サルスベリ生えてそうだなみたいなのがもうめちゃくちゃリンクしてて、ぴったりじゃんって思って、ほどほどの家がいいって言ったのはこの本を紹介したかったからっていうのにあります。じゃあお庭が好きな人とか、あとこれねちょっとファンタジックだもんね。そうです。でもこう四季折々の植物をすごく楽しめる本なので、自然が好きな方はこっちめちゃくちゃぴったりだなと思います。はい。よかった。3冊1個ないけどでした。お魚気になっちゃった。すごい読みたい。よかったです。あさってはい。じゃあ前野さん、選手交代高校萌えのお願いします。はい。私も聞く体制。こ
これからかな、やっぱこれすごくない？これさっきの1軒目のログハウスにあって、やっぱ運命だなと思いました。これ面白くて、でしかも読みやすくって2回読んじゃった本で、これ私どこで買ったかっていうと、これ富山の話なんですよ。おい、そうなんですか。そうで、この間富山にね、親友に会いに行った時に、帰りの本屋さんで買った本で、すっごい面白くて、しかも今回ログハウスと思って、もうバッチリだって、これ紹介するのを楽しみにしてた本で、これは伊藤昭一さん、このね作家さんが富山の北アルプスに山小屋がもう戦後ね、もう荒れ果ててあるんだけど、買ってくれないかって、もともと山小屋買いたいと思ってて、話が来て、でじゃあ僕買い取る、譲り受けるよって言って山小屋を手入れしようと思って行ったら、そこに山賊が住んでいるっていう嫌なんだけど話なのよ。でなんとすっごい面白いのが、なんか1回目はあれみたいな、僕ん家なのに僕ん家に知らない人が住んでて、もてなされてるみたいになってそうで、しかもすごい面白いのが、翌日その僕の家にお金払うのよ、泊まってった代。もてなしたから。で山賊ってさ、その当時もうどんなね、馬の骨かもわからない、すごい噂が流れてたから怖い人なんじゃないかと思って、実際はすごくもてなしてくれて、めちゃくちゃ温かくていい人たちだったんだけど、でも翌日もさギリギリまで気は抜けないじゃない、だからお金を払ってまた下山するっていう。で何だったんだろうあれってなるのよ。だからでも俺ん家なのに、俺ん家に人が住んでて、そこに泊めさせていただいたわけよ。で大混乱じゃん。でそれででも全然山賊悪くなかったですよっていう話をしたら、じゃあもう君がこの山賊との連絡系統としてバッチリだってなって、こうあやこうやして山賊さんにも実は僕の家なんですみたいな話をしたり、このね打ち明けるんだ。そう彼らのこう怖いね風評被害とか噂を全部取っ払って、じゃあ一緒に生きていきましょうって言って、この伊藤さんと山賊がこう山を育てながら、一緒にこう地域を育てていくっていう彼の半生の話。この話本当にあった話だから、伊藤さんと山賊になるわけか。で山賊の名前が藤谷っていうの。で藤谷さんが最後、これ楽しみにしててほしいんだけど、もうななみちゃんに見せよう。藤谷顔藤谷顔出してくれんのよ。そうなんだ。怖そうだよね。でもいい人なのよ。で山男でめっちゃ面白くて、これ山賊のいろんなエピソードをね、面白おかしく話してくれる中で、結構下山してちゃんと食料を買いに行って上がってきたりもするんだけど、山賊は何より帰るって言った時間にちゃんと戻んなきゃいけないから、行くのに時間かかっちゃって、やばいスーパーマーケットで買い物してる場合じゃないと思ったら、スーパーに何も買わずまた上がってくるの。だから4日間いなかったけど手ぶらで帰ってきたりするの。でも帰ってくるって言った日に帰ってくるの。そういうなんかトンチンカンのこととか、あと熊に襲われてもこう生き延びる処世術だったりとか、鹿を取って食べるとか、いやでも鹿は殺しちゃいけないから地域の人に言われてちょっとこう押し問答あるとか、なんかそんな日々がもうフィクションだろうって思うんだけど、ノンフィクションなの。なんかもう想像つかなすぎます。このタイトルでこの表紙ですっごい怖い話だと思ってたんです。治安が良くない部分もあるけれど、この山賊、このねもうおどろおどろしい表紙から思いもつかないぐらい山賊との本当の心の底からの何十年の親交が描かれていて、私も最初は山賊に殺されるんじゃないかと読み進めたら、途中から友達の物語だから最後またもう一回読みたくなっちゃって。これはね、このベスさんでも置いてあるし、富山の本屋さんも押してたし、チャプターズでも押したい。いやめちゃくちゃど真ん中ですね。これは本当に面白かったですね。ぜひ読んでほしいです。あとは2作目、これは野菜とか農園とか、そんな畑仕事をしたくなる本です。滝井和子さんの女神のサラダ。これは連続短編じゃない、全部一章完結型の短編で、全て出てくるのが、果樹園だったりレタス農園だったり、アスパラガスの畑も出てくるし、そうレモン農家も出てきたりして、そこで働く女性たちを一人一人切り取っていく話で、これタイトルがうまいなと思って、本当にねサラダを食べてるような気持ちになる。すごいこうレタスの輝きでそれを収穫する人たちの優しさとか、あとレモンの収穫しかりアスパラしかり、日々朝早く起きて収穫して力仕事して、もう倒れるように寝てまた起きてっていう規則正しい生活をね送っている畑の方たちの日常を追うと、自分もちょっとリセットできるというか、これ都会の人にこそすごい読んでほしいなと思っておすすめです。もっとほっこり小説だと思ってました。全然ほっこりしない。結構本当読むサラダって感じ。じゃあこの帯ぴったり、センスいいなと思います。でこれ全部で何章あるんだろうな。8
ストーリー入ってて、もう好きなものからいけばいいな。そうそう、レタスが好きならレタスいけばいいし、最後にトマトの約束好きならトマトいけばいいし。ナスとコーヒーって組み合わせ気になる。そう、これもでもナスの農家さんの話、私がおすすめなのはレモンの嫁入りはすごい良かったし、可愛いタイトル。あと夜明けのレタスはすごいね、元気が出る。こう都会で仕事しすぎて疲れちゃった子がレタス農家で働くようになったけど、大企業に入社した自分のことをお母さんがすごい誇りに思ってくれてるから言えないと。わかる？なんかその田舎のお母さんに頑張ってるよって言いたいのに、その大企業に入った喜びをあの時の顔が忘れられなくて言えないっていう、こう葛藤を抱えながらレタスを楽しく出荷するっていう、もうこのレタス農家の人たちがめちゃくちゃ優しくて、これはねぜひすごいいい選手。疲れてる人読んでほしい。で全部読まなくていいからそれもいいなと思って。確かに短いから読みやすそうですね。そうです。これもログハウス味あるかなと。で最後が今ここにないんですけど、みかんとひよどりっていう、またぎなんていうの、こう狩猟の話です。で近藤文江さんってすごいさ、パマあれなんだっけ、パマルじゃないキッチンなんかあれな、パマルなんだっけあれ、デザートの名前なんだっけ、タルトタタンタルトタタン書いた方の新作文化で、すっきりした今。狩猟とかまたぎとかジビエ好きな方はめちゃくちゃ丁寧にその精肉にしていく過程とかを描いてて、本当にそこに出てくる男たちが山小屋に住んでるの。でそう、私はもうこの山賊しかり、そういったところに出てくる山小屋をイメージして今日来たから、本当にびっくりした。こんなモダンなそう風景じゃなかった、私の中に広がるログハウスが。山々してるっていうか。そうなので、みかんとひよどりもこのお食事とかログハウスとか、そういう自然のロハスな生活が好きな方はおすすめ。もうちょっとグルメ寄りかなって感じだけど、結構あれですね、ログハウスど真ん中の3やつですね。うわ、全部気になるけど山賊が強すぎる。いやこれね、夜読んでてもおとぎ話かと思う。夜読めるんですかこれ。山賊だし、本当に一番最後にその山賊藤谷の顔が出てくるんで、そこまで楽しんでほしいなって思います。そんな感じで6冊おすすめしてみましたが、みんな楽しかったね。初めてのロケみたいなのも楽しかったし、ログハウスの魅力も誰が住んでるかなみたいな想像するの楽しいですね。本棚いっぱい見れたしね、一軒一軒すごいこだわってたね。代官山蔦屋と絶対セットできた方がいいと思う。そうだね。お散歩のついでにちょっとどれぐらい休日人が入ってるかわからないんですけど、もしねゆったりしてたらここね立ち入りもすごいおすすめ。デートスポットにもいいですね。いいですね。という感じで今日は、代官山のログハウスベスさんのモデルハウスからお届けしました。いい本に出会えてたら嬉しいし、何よりこのねログハウスの魅力が伝われば嬉しい。案件楽しいですね。これからも楽しい本と書店員頑張りましょう。絶対本紹介をしたいもんねこれから。はい。新鮮だったね。しかもこのいい木の香りに囲まれて。ではまた次の動画で会いましょう。失礼します。失礼します。ヘトヘトだね。ちょっと盛り上がっちゃってすんごい長いしちゃってごめんなさい。ありがとうございました。